皆さん、こんにちは。あゆみです。こんにちは、ケンです。けんさん、元気ですか？はい、元気ですよ。あゆみさんは？私も元気です。さて、今回のテーマは、買い物です。おー、買い物。私、日本の買い物が大好きなんです。どうしてですか？面白いものがたくさん売っているからです。確かにそうですね。特にコンビニは最高です。日本のコンビニは便利ですよね。はい、24時間空いているし。食べ物も美味しいですしね。そう、おにぎりが大好きです。おにぎりのパッケージ、開けるの難しくないですか？最初は難しかったです。海苔が破れちゃって。番号の通りに引くんですよね。1、2、3って。今はプロですよ。さすがです。でもコンビニのレジでの会話、難しくないですか？それは本当に難しいです。店員さんが早口なんですよね。そうなんです。いらっしゃいませの後は何を言われているかわからない時があります。よく聞かれる質問がありますよね。例えばどんな？お弁当を買った時です。温めますかですね。そうです。お弁当を温めますか？電子レンジを使うかどうかですね。はい。温めてほしい時は何と言いますか？はい、お願いします。と言います。完璧です。じゃあ、いらない時は？大丈夫ですかな？そうですね。大丈夫ですが便利です。でも、大丈夫ですってイエスとのどっちの意味にもなりますよね。それは本当にややこしいですね。ジェスチャーを使うといいですよ。手を振って脳の合図をするんですね。そうです。手のひらを少し見せると伝わりやすいです。なるほど。あと、レジ横のホットスナックも人気ですよね。チキンですね。ファミチキとか。外国人の観光客にも人気があります。あれを注文するとき緊張します。どうしてですか？商品名が長いことがあるから。指をさしてこれくださいで OK ですよ。これ一つください。ですね。はい、簡単です。でも、一番難しい質問はこれです。何ですか？ポイントカードはお持ちですか？必ず聞かれますね。最初は何を聞かれているかわかりませんですか？日本はお店ごとにポイントカードがありますからね。旅行者は持っていないことが多いですよね。そうですね。持ってないときは？ないです。はい、ないです。いや、持ってませんで大丈夫です。そしてもう一つの質問。なんでしょレジ袋はご利用ですか？う。ビニール袋のことですね。日本では袋が有料になりましたよね。そうなんです。だいたい3円か5円くらいです。袋が欲しいときはどう言えばいいですか？お願いします。または、袋くださいと言います。サイズを聞かれることもありますよね。大きい袋にしますかとかね。面倒くさいときは、全部入るサイズで、と言ってしまいます。それは賢いですね。スーパーマーケットの話もしませんか？いいですね。日本のスーパーは楽しいですよ。私が一番好きなのは、夕方です。夕方、どうして？シールが貼られるからです。割引シールですね。黄色や赤のシールです。20% 引きとか半額とか。半額という漢字は日本に来てすぐに覚えました。生活に大事な感じですからね。私が一番好きなのは、お刺身やお惣菜が安くなるのが嬉しいです。だいたい夜の7時か8時くらいから安くなりますね。店員さんがシールを貼るのを待っている人がいます。ケンさんの待つんですか？もちろんです。後ろをこっそりついていきます。まるでストーカーですね。スーパーのカゴのルールも独特じゃないですか？カゴのルール？レジでカゴの色が変わることがあります。生産済みのカゴですね。お金を払ったら違う色のカゴに商品を移されます。そして自分で袋詰めをする隊に行きます。作
カー台という場所ですね。そうです。店員さんは袋に入れてくれません。自分の国では店員が入れてくれるので、最初は戸惑いました。最近はセルフレジも増えましたね。セルフレジは日本語を話さなくていいから楽です。でも、バーコードを探すのだ大変じゃないですか？たまに野菜のバーコードが見つかりません。画面で野菜の種類を選ぶこともありますよ。漢字が読めないと大変ですね。写真がついていることが多いので大丈夫だと思います。さて、次は服の買い物について。服を買うときに試着しますか？はい。試着してもいいですかと聞きます。大切なフレーズですね。試着室で驚いたことがあります。何ですか？靴を脱がなきゃいけないこと。日本ですからね。家と同じです。あと、白い不織布の袋を渡されました。フェイスカバーですね。最初どう使うのかわかりませんでした。頭にかぶるんです。化粧が服につかないように。男性も使うんですか？ T シャツなど首を通す服の時は使いますね。面白い文化ですよね。服も丁寧にお店に返さなければいけません。サイズが合わなかった時、店員さんに何と言いますか？ちょっと考えますが便利です。魔法の言葉ですね。ちょっと考えます。ノーと言わずに断ることができます。東国人にとって大事なのが免税です。タックスフリーですね。免税できますかと聞きます。多くのお店で免税カウンターがあります。何が必要ですか？パスポートが必要です。原本を持って行ってください。コピーじゃダメなんですね。ダメです。必ず本物が必要です。5000円以上買うと消費税が戻ってきます。10% は大きいですからね。ドラッグストアでも免税ができますよね。はい。化粧品やお菓子を買うときに便利です。ただ、免税で買った商品は日本国内で開けてはいけません。特別な袋に入れられますからね。ホテルで食べようと思って開けちゃダメですよ。気をつけましょう。最後に支払いの方法について。日本はまだ現金が多いですか？だいぶカードが使えるようになりました。でも小さいお店はまだ現金のみの場所もあります。現金のみの問い表示には注意ですね。私は Suica などの交通系 IC カードをよく使います。コンビニではタッチするだけでいいから早いですね。レジで Suica でと言えば通います。クレジットカードを使うときはカードでお願いします。です。たまに一括でよろしいですかと聞かれます。一回払いのことですね。はいで大丈夫です。分割払いはあまりしませんからね。これで日本での買い物はバッチリですね。コンビニに行くのが楽しみになりました。皆さんもぜひ今日紹介したフレーズを使ってみてくださいね。ポイントカードはありませんと自信を持って言いましょう。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。